あなたの好きな音楽が実は心を穏やかにする秘密の地図だったとしたら、2026年、世界的に注目を集める日本のアーティスト、藤井風。彼の歌詞には、ただの美しい言葉ではとどまらない感情の回復力を示す深いメッセージが隠されています。世界中のファンが語る、彼の音楽で人生が変わった。その真実は何か。本日は、藤井風の代表曲、You、グレース、帰ろう、特にない、なんなんの歌詞に秘められた、心の平安へと導く、秘密の言語を徹底解読します。最後まで見ると、あなたの人生に新たな視点がもたらされるはずです。3つの見どころ。藤井風が何度も繰り返すテーマの真意とは、ファンやメディア、専門家が語る癒しの源泉とは、あなたの日常に取り込める実践的なメッセージとは。それでは、藤井風の芸術的な表現に込められた真の安らぎの源泉を明らかにする具体的なフレーズやテーマを解き明かしましょう。第1章、風の響き、旋律の向こう側。皆様への質問です。静けさを求める現代社会において、なぜ藤井風の音楽がこれほど深く心に響くのでしょうか。藤井風、1997年生まれ、岡山県出身のシンガーソングライター。3歳からクラシックピアノを始め、12歳という若さで YouTube に演奏動画を投稿。2020年のメジャーデビューからわずか数年で日本の音楽シーンを代表するアーティストの一人へと上り詰めました。彼のユニークな魅力は何か。それは、型にはまらない音楽性と魂に直接語りかけるような歌詞です。ジャンルを超え、フォーク、ポップ、R&B、そしてスピリチュアルな要素まで、様々な音楽要素を融合させながらも、一本の軸が通っています。デビューファーストアルバム、Help Ever、Heart Never、セカンドアルバム、Love All Serve All、そして最新作、プレマ、思考の愛という意味のサンスクリット語。それぞれのアルバムはビルボードジャパン、ホットアルバム1位を獲得し、グローバルに認められました。特に、死ぬのがいいわは、Spotify の海外で最も再生された国内アーティストの楽曲として、2022年、2023年と2年連続1位を記録。世界中で何百万回も再生され、言語の壁を越えて人々の心をつかみました。では、彼の音楽の何が世界的な共感を生み出しているのか。それを解き明かす鍵は、彼の歌詞に隠された一貫した哲学にあります。では、その核心へと迫っていきましょう。第2章、風のテーマ的基盤。藤井風の楽曲を貫く一つの強いテーマがあります。それは、自己反省、マインドフルネス、そしてシンプルな美しさです。彼の歌詞を読むと、繰り返し登場する一つのモチーフがあることに気づきます。自然の要素、風、水、光、そしてそれらと対比される静かな瞬間、静寂、内省。例えば、彼の代表曲、特にないでは、こう歌われます。特にない、望みなどない、私期待せずに歩く。一見するとネガティブに聞こえるかもしれません。しかし、ファンやメディアが指摘するのは、これが実は、樽を知るという、東洋哲学の核心を表現しているということ。つまり、外部に何かを求め続けるのではなく、すでに今、ここに十分なものがあるという気づきです。藤井風の歌詞には、リスナーを最初の試作から、静かな満足感の状態へと導く、微妙な感情の流れが存在します。デビュー曲、なんなんも同様です。ユーモアに満ちたタイトルながら、その中身は、自分自身との対話。いわゆる、ハイヤーセルフ、高次の自分との葛藤が描かれています。スピリチュアル研究家たちが注目するのは、彼がヨーガや瞑想、
インド伝統哲学を自然に生きているということ。決して押し付けがましくなく、あたかも友人の優しい言葉のように、心の奥に届く形で、帰ろうでは、何も持たずに帰ろう、一つ一つ荷物手放そうと謳われ、これは現世の執着を手放し、本来の自分へと帰ることを意味します。グレース、恵みでは、あなたは私、私はあなた、みんな同じと気づいた時から、僕らは皆等しく光ってる。と、すべての存在の平等性と相互性が謳われます。このように、藤井風の歌詞は、個人的な悩みや感情から始まりながらも、やがて普遍的な精神的真理へと上昇していく構造を持っています。ファンが何度も聞き直してしまうと語るのはこのためです。聞くたびに新しい層が見えてくる、まるで瞑想のように。では、その具体的な歌詞の中に何が隠されているのか、詳しく見ていきましょう。第3章、歌詞の傑作を解読する。ここからは、藤井風の代表的なトラックから特定の歌詞を取り上げ、その深い意味を紐解いていきます。曲1、竜、内なる神聖さへの呼びかけ。彼の楽曲、竜では、こんなフレーズが繰り返されます。You are the infinite sun and the moon. I can see all the stars honor you. 君は無限に輝く太陽であり月である。星たちが君を称えるのが見える。一見するとロマンティックな歌詞に思えますが、実は非常に深い意図が隠されています。これは相手への愛ではなく、存在としてのあなたへの無条件の肯定です。歌詞は続きます。Everything that you want is in you, and everything that you've been waiting for, it's in you. 君が望むもの、すべてはもう君の中にある。これは、外部に幸せや救いを求める必要はなく、内なる力と本質への目覚めが大切だというメッセージです。ファンコミュニティでは、この曲を聴いて自分を許すことができた、自分の価値を認識できたという声が数多く報告されています。曲に、グレース、苦難を恵みに変える視点。グレースという曲では、こう歌われます。息もできずに怯えた日々は、遥か彼方の空へ飛ばした。今や無敵。ここが興味深いのは、苦しい過去を消すのではなく、遠くへ飛ばしたと表現していることです。つまり、過去は過去として存在しながらも、それがもはや現在の自分を支配しない状態を示唆しています。そして最後に、あなたは私、私はあなた、みんな同じと気づいた時から、僕らは皆等しく光ってる。この一節は、東洋の不二一元論、すべてが本質的には一つという最高の精神的洞察です。メディア分析では、この曲の MV に自然光や水面の映像が多用されていることが注目されています。つまり、聴覚と視覚の両方で心を浄化する効果を狙った芸術作品として設計されているのです。曲3、特にない、樽を知る革命。特にないは、冒頭で述べた、樽を知るの最高傑作です。特にない、定めなどない、私、囚われず歩く。特にない、渇きなどない、私、満たされてる。一般的な消費社会では、もっと欲しい、もっと求めようというメッセージが溢れています。しかし、この曲は真逆。現状への無条件の需要、そして内なる満足感を歌っています。ファンやメディアの分析によれば、この曲がローヒポップの心地よさと温かさを意識して制作されたのは、スピリチュアルな内容をカジュアルに届けるため。つまり、難しい哲学書ではなく、友人の優しい言葉として機能させる工夫なのです。曲4、帰ろう、死生観と再生。最後に、帰ろう。これは、生と死、そしてその循環を描いた楽曲です。何も持たずに帰ろう。一つ一つ荷物手放そう。永遠なる光の中、すべてを愛すだろう。ここでのキーワードは、手放す。
仏教における執着の手放しという概念そのものです。専門家の指摘によれば、これは決して人生を諦めることではなく、より本質的な存在へと還元されることを意味するのだと。つまり、現世の物質的な枠組みから解放され、普遍的な光、愛、意識に帰依することを示唆しています。このような歌詞の構造は、聞く人に意識の段階的な上昇、つまり、内なる目覚めを促すように設計されているのです。では、こうした歌詞が、実際に人々の生活にどう影響を与えているのか、その具体的な例を見ていきましょう。第4章、共鳴効果、歌詞と人生をつなぐ。ここからは、藤井風の歌詞が2026年の現代人にもたらす実践的な洞察に焦点を当てます。テーマ1、ストレス管理と回復力。現代人は、仕事、人間関係、社会的期待といった多重のストレスに直面しています。この状況下で、藤井風の歌詞が提供する視点は何か。それは、外的状況を変えることより、内的視点を変えることが先であるという認識です。南南では、自分の未熟さや過ちに向き合うプロセスが描かれます。スピリチュアル研究家の分析では、これは、シャドーワーク、つまり、自分の否定的な側面と正面から向き合い、統合する心理プロセスを示唆しているとのこと。このプロセスを経ることで、人は初めて真の回復力、レジリエンスを獲得する。藤井風の音楽は、その心理的な旅を音楽として具現化しているのです。テーマに、自己需要と内なる強さ。ファンコミュニティの声によれば、藤井風の歌詞を聴くことで、以下のような変化が報告されています。自分の弱さを責めることをやめた。人の評価に一喜一憂することが減った。やることに対する抵抗感が消えた。人間関係が優しく変わった。これらは、まさに自己需要という心理的な成熟プロセスを示しています。藤井風の歌詞には、自分自身の弱さや不完全さを認める言葉が散りばめられているという特徴があります。これが、聞き手に完璧である必要はないというメッセージを届け、深い自己肯定感をもたらすのです。テーマ3、現在への目覚め。特にないが提供する視点は、ここにあります。つまり、今、この瞬間にすでに完全であるという認識。メディアの指摘によれば、藤井風の楽曲にはマインドフルネスが組み込まれている。つまり、過去の後悔や未来の不安ではなく、現在の瞬間に意識を集中させることが、すべての平安への鍵だということ。これは、瞑想やヨーガの実践そのものと重なっています。実際の証言。SNS やファンコミュニティから報告されるエピソード。仕事でミスをして落ち込んでいたが、帰ろうを聞いて、すべてはやがて過ぎていくのだと気づいた。人間関係で悩んでいたが、グレースでみんな同じという言葉に救われた。自分の人生に意味があるのか不安だったが、言うで自分の中に全てがあることを思い出させてくれた。こうした証言から見える共通点は、藤井風の歌詞が外的な解決ではなく、内的な視点の転換をもたらしているということです。では、その視点の転換を実際にあなた自身の日常に取り込むにはどうすればよいのか。最後の章で、その実践的なメソッドをお伝えします。第5章、内なる聖域を育む、風にインスパイアされた実践編。ここからは、藤井風の哲学にインスピレーションを得た実践的な演習をいくつかご紹介します。実践1、瞑想&内省プロンプト。藤井風の最新アルバム、プレマはサンスクリット語で思考の愛を意味します。その中には、こんなフレーズがあります。Every day I meditate and make every action a prayer. 毎日瞑想し、あらゆる行為を祈りにする。この言葉に着想を得たシンプルな実践をご紹介します。
朝の5分間瞑想。目を閉じ、ゆっくり呼吸をする。藤井風の曲、特にグレースやプレマを静かに聴く。自分に問いかける。今、この瞬間に何が充足しているのだろう。この習慣により脳波が穏やかになり、ストレスが軽減されることが科学的にも裏付けられています。実践に、樽を知るリセット。特にないのメッセージを日常化する方法。週に一度、こう自問してみてください。今週、私は足りていないという思いに縛られていないだろうか。その時、特にないの歌詞を思い出してください。私期待せずに歩く。私満たされてる。このシンプルな繰り返しが執着の手放しを促し、内なる満足感を醸成していきます。実践3、You で自分を愛する。You の歌詞を自分自身へのアファメーション、肯定的確認として活用する方法。毎朝、鏡を見つめながら、こうつぶやいてみてください。I am the infinite sun and the moon. Everything I want is already within me. 私は無限に輝く太陽であり月である。私が望むもの、すべてはもう私の中にある。この簡潔な言葉の繰り返しは、潜在意識に深く働きかけ、自己肯定感を日々高めていきます。実践4、日常生活への統合。藤井風の哲学を日常生活に統合する、最も簡単な方法があります。それは、彼の音楽を流し聞きすることです。朝の通勤時間、仕事の休憩時間、就寝前、そうした隙間時間に藤井風の楽曲を聴く。決して分析的に聴く必要はありません。スピリチュアル研究家の指摘では、むしろ無意識のレベルで歌詞と音のメッセージが浸透していくことが最も効果的なのだと。つまり、あなたの意識が聴こうと努力せずとも、藤井風の音楽は自動的にあなたの心の奥底へ働きかけ、静かに変容をもたらしていくのです。このように、藤井風の歌詞とその哲学は決して遠い精神的な理想ではなく、今、ここであなたが実践できる生きた教えなのです。では、最終章で全てをまとめていきましょう。最終章、まとめ&メッセージ。心の平安への究極ガイド。ここまでの旅を通じて我々が明らかにしてきたもの。それは、藤井風の芸術が単なる音楽以上のものであるということです。それは、より平和な存在へのガイドであり、内なる光への指南書でもあり、そしてあなたがすでに持っている無限の価値への目覚めの鐘でもあります。藤井風の歌詞には自己反省、マインドフルネス、そして普遍的な愛といった一貫した哲学が流れています。それは決して押し付けがましくない友人の優しい言葉のように静かに心に届きます。世界中のファン、メディア、専門家が証言するのはその音楽の癒し効果、ストレス管理や自己需要、現在への目覚めです。その実践は非常にシンプルです。日常の中で聞くこと、自問すること、瞑想すること。2026年へのメッセージ。現代はかつてないほど混沌としています。情報は溢れ、選択肢は無限で、期待値は高く、成功の定義は多様です。そうした環境下で多くの人が疲弊しています。しかし、藤井風の音楽が世界中で共感を呼ぶのは、彼が人類普遍の真理をその時代の言語で歌っているからなのです。足りていないから、すでに十分へ。外に求めるから、内に見出すへ。完璧であるべきから、ありのままでよいへ。これらの視点の転換が真の平安への鍵となります。藤井風は2026年のこの瞬間、日本だけでなく、アメリカ、ヨーロッパ、アジア全域で数百万のリスナーに愛されています。彼のコンサートは満員御礼。彼の楽曲は
Spotify で世界中で再生され続けている。それは人間の魂が本来求めているもの、つまり平和と愛と真実への飢えがいかに深いかを示唆しています。そして、その飢えは決して遠くにあるのではなく、あなたの内側にいつもあったのです。終わりに、藤井風の歌詞が繰り返す最も重要なメッセージ。それは、すべてはあなたの中にある。外的な成功も、物質的な豊かさも、他者からの承認も、確かに大切なものです。しかし、その土台となるべき、本当に大切なもの。それは、あなた自身が、すでに光であり、無限であり、愛である、という認識です。この認識を持つとき、初めて、あなたは真の自由を手にします。初めて、他者との関係は相互の尊重に変わります。初めて、人生は愛と感謝の旅へと変容します。もし周りに、疲れている人、迷っている人、内なる平安を求めている人がいたら、ぜひこの動画をシェアお願いします。本日の動画がお役に立ちました方、または心に響いた方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。また、コメント欄で、藤井風の音楽があなたにもたらした変化をお聞かせください。それでは、次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。